それほどでもないゲーマーチャンネル、フェイトサムライレムナントトロフィーコンプ記念編。今回はフェイトサムライレムナントのトロフィーコンプリート記念動画なのだ。長かった。本当に長かった。何このトロフィーと何度も思ったのだ。はぐれのセイバーの遺伝がルート選択の際で出なかったり、雑記帳埋めも分かりがたかったりして時間かかったよな。雑記帳に関してはネットに攻略情報落ちてなかったら積んでたのだ。ありがとう先人の方々、本当にありがとうなのだ。というわけで今回は先人のおかげでトロコンできたゲームフェイトサムライレムナントをトロコンした記念の感想動画になるのだ。トロフィー以外の部分は前回の1周目動画と大差ない感想になるのだ。でもトロフィーだけはどう頑張っても擁護できない苦行だったのな。こういうとこだぞ光栄。でもトロフィーに興味がないユーザーなら気軽に回して楽しめると思うし、フェイトらしさも十二分にある作品だからおすすめはできるゲームなのだ。購入に迷っている人には損はしないはずとお伝えしたいのだ。他のゲームより高いけどね。オンラインゲームではないし、値下げを待つという判断も間違っていないとは思うな。しかしフェイトグランドオーダーでコラボする可能性は高いだろうし、ファンとして早めに作品を知っておきたい気持ちもあるだろうから、急いでないなら値下げを待とうとは気軽に言えないな。ゲームを定価で買うのはコンテンツへの応援にもなるからな。発言が矛盾するようで申し訳ないのだけども、おすすめはできるが急いでいないなら後でもよいという曖昧な評価がこのチャンネルの結論になるのだ。残りの動画はもう少し掘り下げたゲームへの感想になるのだ。時間があれば見ていってくれ。師匠、今行くわ。まずバトル評価なのだけども、僕の場合は1周目で剣豪、2周目は剣気でプレイしたのだ。敵の硬さについては賛否あるだろうけども、レベルが低いうちは敵の大技が即死だったりしたので、なかなかの緊張感があったのだ。戦闘中の回復手段が魔術の他にもおにぎり食べたりお菓子食べたりと絵面を想像するとシュールなのだけども、アイテムでの回復は時間停止になるのでゲームの仕様としてはありがたかったと思うのだ。無双シリーズと一緒で吹っ飛びダウンの無敵がないゲームだから、時間停止の仕様がなかったら相当厄介なゲームだったと思うな。でもバトルに関してはプレイ始めの方は目新しさと爽快感は確かにあったけど、トロフィーの回収を始めるとちょっとだるさが目立ってしまった感じ。バトルから逃げられたりレベル差がある雑魚敵はスキップできたりすれば軽減されたと思うけども、最終的には無駄に硬いなという面も目立ってしまったのだ。レベル制 RPG は仕方ないといえば仕方ない気がするな。そうだね。でも良い落としどころだと思う要素も多いからバトルについてはおおむね高評価をつけたいのだ。そして難易度に関しては良い配分だったと思うのだ。このゲームの1周目はイージーモードである剣士、ノーマルモードである剣客、ハードモードである剣豪から選べるのだ。また2周目以降の剣気は持ち越しの周回データを前提にしていると思われる良い配分の難易度だったのだ。ちなみに後ろで流れているのは2周目を始めたばかりの剣気モードだ。大技の突進が即死だったのに驚愕したな。難易度が高くなるにつれて敵の HP と攻撃力が上昇するのだ。モーションも一部変わっているようなのだけども、目に見えて違うっていうのはなかったかな。またドロップ品や経験値も特に変わらないようなので、難易度に関しては完全に好みになるね。自分の求めるアクションの難易度で変更ができるから難易度変更はあってよかったと思うのだ。難易度によってゲームデータの充実度が変わらないのは良いことでもあり、面白くないと感じる部分ではあるな。俺としては難易度が上がってくれたらご褒美が欲しかった気もするよ。全く同意だけども、それはおそらくフェイトサムライレムナントのメインターゲット層がフェイトグランドオーダーユーザーであり、普段からアクションゲームをプレイしていない人への配慮だと思う。難易度上げたら効率が良いなんてずるいという人もいなくはないだろうからね。ただレベルが上がると宮本よりもサーバントも純粋に能力が上がるため、レベルを上げさえすればクリア自体は楽になるゲームだと思う。レベル70ぐらいになったら剣気モードでも困る敵はいなくなったのだ。また最終的にはハブレのサーバントを使って敵をはめ続けるだけなので、難易度を上げてても敵がただ硬いだけになるのだ。なので3周目以降のトロフィー回収のためのプレイは難易度を下げてプレイすることをおすすめするのだ。剣士モードでもちょっと硬いなって思ったけどね。ハブレのサーバントを使ってのハメは過断な線で解説するのだ。いおりのそばは居心地がいいな。そうか。真に心
く胸を貸す王の務めよな。若旦那の遺伝終了後に戦えるようになる階層戦の若旦那なのだ。黄金の鎧なのに和風の装いになっているのがかっこいいな。最初だけだが外角ゲージも黄金になっているのが特別感があってよいな。基本的には黄金のオーラをまとっている最中の攻撃は避けて、あとはランサー呼んで拘束してぶったたくだけなのだ。いるじゃなくて若旦那だから拘束し続けられないのだけど、他の敵は若旦那のような無敵オーラ時間を持ってないからもっと余裕を持ってはめられるのだ。あとはぐれのサーバントの最強はランサーだからね。はぐれのサーバントの共鳴技はゲージ1で高速技、ゲージ2で突進技、ゲージ3で大ダメージ技と防具ゲージ回復になっているのだけども、ランサーの共鳴技はどれも使い勝手が良いのだ。特にゲージ1の連撃波攻撃発生と高速時間ともに優れているのだ。基本的には共鳴ゲージを使ってランサーを呼んで拘束して殴り続けるだけのゲームなのだ。この戦法はどの敵ボスにも有効なので、周回で回復アイテムを確保した状態になったらバトルは作業になるのだ。力を借りる。任せな。ランサーマジで便利。ここだ。力を借りる。共鳴ゲージ1の技だけ見るとタマモアリアやキルケイの方が便利なのだけども、タマモアリアは防具つけないし、キルケイは直接操作時が微妙なのだ。はぐれのサーバントの直接操作もランサーより強いのはいるのだけども、共鳴技が微妙になるのだ。直接操作に関してはパートナーのセイバーが最強だと思う。宮本よりと一緒でコンボが6段だし、強攻撃も便利な技が多いのだ。でもランサーは共鳴技も防具性能も直接操作のどれをとっても上から数えた方が速いスーパー優等生なのだ。総合的に最高な性能をしているので、はぐれのサーバント最強は誰と聞かれたら僕は迷いなくランサーと答えるのだ。さすがはフェイトシリーズ最古さんの一人だよね。頼れる兄貴だ。ゲートオブバビロン。危険だ。ツバメ返し。力を借りる。ちょいと待ってな。ちなみにこの宮本よりはスキルツリー夢は終わっている状態なのだ。どの方でも自由度が増している状態だから操作のしやすさはすごいのだ。地の型を最後まで取ると一度だけ発動するリレーズ状態になって、水の型を最後まで取ると全ての型でステップ性能アップなのだ。地の型と水の型のスキル解放を優先すると戦闘が楽になるからおすすめなのだ。食らうがよい。対若旦那戦で要注意なのが天の鎖なのだ。一番火力が高いのでレベルによっては一撃でやられるのだ。サーバント操作時でも油断しているとやられるので、天の鎖には要注意を払いたいのだ。とはいえ基本的にはランサー呼んではめるだけなので、地の型と水の型のスキルツリーを埋めた段階なら時間をかければ倒せるのだ。見てな。とっておきをくれてやる。弱いな。最終的にフォーブは外角ゲージを削るだけの砲台。外角ゲージがない状態なら料理で殴った方が早いのだ。サーバントより削るのが早い侍、これが武士だ。あとは似たような作業を繰り返すだけなので最後の方まで飛ばすのだ。存分に暴れてくれランサー。より奴は大技を放つぞ。くれてやる。力を借りる。任せな。もらった。力を借りる。今行くぜ。つまらん。俺は帰るぞ。俺の像を掘れ。フェイトサムライレムナントのプラチナトロフィーのストック時間なのだけども、僕は約90時間かかったのな。めちゃくちゃ時間かかったよな。マジでそう、こんなに時間かかるとは思ってなかったのだ。
ちなみに僕は全部で4周ほどしたのだ。最終的に残ったトロフィーが魔術工房全教科の魔術師の塩と雑記帳コンプリートの全てを知るものなのだ。雑記帳梅は大体の人が手間取っているトロフィーだとは思うのだ。ちなみにプレイステーション版は2023年10月20日の時点でプラチナトロフィー取得率は 1.4%、 全てを知る者のトロフィー取得率は 1.6% になっていた。大体の人が全てを知る者で足止めを食らっていると思うのだ。雑記帳コンプリートは穴埋めではなく、更新するたびに項目が増えるため、全部でどれだけ取得すればいいのかがゲームだけではわからない仕様なのだ。なかなかハードな仕様だよな。ゲーム内でヒントすらないからな。幸いなことに有志の方が雑記帳全コンプの動画を上げてくれているのだ。砂漠のオアシスというべきか、地獄の雲の糸というべきか、雑記帳コンプは自力だと相当至難なので、トロコンで困っている人はぜひ参考にしてほしいのだ。ブログでも難所になりそうな項目はまとめてあるのだ。雑記帳コンプの動画を含めて概要欄にリンクを貼るので、よければ合わせてみてほしいのだ。あと魔術工房の強化で足りないアイテムを買うためだけに周回が必要だったのは驚愕したよな。カステラがよ。なんで2個しか売ってないんだよ。もっと数を用意しとけよ。本当にこのゲームはよ。あと分岐ね。これ本当にはな、正直悪意を感じるレベル。三章のかやちゃんがさらわれた後の分岐で轟へ行く、川崎大師に行くかを選べるのだけども、ここで轟へ行くを選んでおいて、4章で土帝康弘を打つを選ばないとはぐれのセイバーの遺伝が発生しないのだ。いわゆるウェウェルートってやつなんだけど、僕1周目は写真透滅を選んだ上下ルートで、2周目は下ウェルートにしてしまったから一生はぐれのセイバーの遺伝が出なかったのだ。本当にキレ散らかしそうだった物語の大筋に関わるわけでもない分岐にフラグを載せるな。文字がメインのアドベンチャーゲームじゃねえんだぞ。やり直すのにアクションバトル挟むんだからやめろやと開発の悪意を感じたのだ。あまりにもあまりな仕様だからミスを疑う仕様だけどな。結構ひどいよねこれ。この仕様を是として真面目にこの分岐を作り込んだわけではないと信じたいのだ。あとは雑記帳にも紐づくのだけども、次元関係の項目の多さね。食い道楽は燃える前の赤坂も対象だし、三浦屋とかジャンヌのあの顔とか根源山城とかの次元要素もエグかったのだ。令和のトロフィーに次元要素をつけるな。ドラゴンボール Z カカロットを見習え。アップデートで何とかしてくれるのを期待したいな。こんな苦慮を経験するプレイヤーが一人でも減ることを祈りたい。とりあえずトロフィー取得について声を大にして言いたいのは、ルートは上上もしくは下下を選べ。カステラや上位のおにぎりは極力食べるな。初見の場所は探索し尽くせ。トロコンを目指す人は今日はこれだけ覚えていってほしいのだ。覚悟を持ってトロフィーコンプを目指してくれ。私はあなたに答えられたかしら。私がマスターでよかったのかしら。最後にフェイト作品の最大の売りであるシナリオに関してなんだけども、フェイト1的に当たるように恋願うわーいなのかあれで良いのかどうか純粋な気持ちでお聞きしたいぐらいには違和感のある終わり方だったのだ。少なくとも僕がアクション RPG で求めていたシナリオではなかったのだ。バッドエンドな感じがするけど扱い的にはトゥルーエンドっぽいよな。僕1周目は一条の光だったのだけども、思うところはあるけどおおむね良いなって内容だったのだ。残りの2つも同じようなことをやってくれると思っていたのだけど、悪い方に裏切られたのだ。本当はシナリオに関してもノリノリで話したかったのだけども、ちょっと当たらよに恋願うに引っ張られてしまっていい言葉が出てこないのだ。1周目終わった直後ではこの展開は予想できなかったよな。自分の想像力不足を恥じるばかりなのだ。だからシナリオに関しては1周目の段階では高評価だったのだけど、2周目以降はちょっと好みが分かれる。闘茶を濁させてもらいたいのだ。あれは良くてこれはダメという評価の仕方が良くないは分かっているけど、ちょっと言葉が出てこないよな。もう少し悪い方に振り切ってくれたら恥も外聞もなく叩きたかったのだけどね。違和感があるエンディングだとは感じたけど、嫌なエンディングとは思わなかったのだ。でも僕が考え方や感じ方を知らないだけで、理解できている人から見たら綺麗な終わり方なのかもしれないのだ。実際フェイトファンからは好評な意見の方が多いみたいだし、俺らが知らなかっただけでフェイトはこういうものなのかもな。それはありそうなのだ。
僕が求めていたのがフェイトエクストラのノリだったのが良くなかったのかもしれない。シリーズとはいえ別の作品なんだから、別の作品として改めて構えてみるべきだったのだ。あとなんだかんだで DLC ありきな気がするな。インタビュー記事で本作は本作で完結とあるが、登場キャラが多いために謎のまま終わった要素も多い。アンリミテッドブレイドワークスのように素人リンはロンドンに行きましたみたいな後日談はないため、この辺りの要素も含めて DLC で出しそうではある。 DLC という名の分割販売の可能性はあるんだけどね。でも本当は1万5000円で出したかったんですと言われても不思議ではないほどには作り込みがすごいゲームだとは思うのだ。ゲームの相場的に最初に1万5000円で出したら売れないだろうから、 DLC ありきの形になった可能性はあるのだ。ゲームの作り込みがすごいから DLC での分割は理解できると言わしめるほどの作品だと感じられるのはすごいことだよな。本当にそれ後出し DLC で妥当かもと思ったのはフェイトサムライレムナントが初めてかもしれない。それも DLC の内容によるんですけどね。僕は DLC の購入ちょっと待とうと思っているのだ。もう1本ゲームを買うかどうかの値段だからちょっと慎重になりたいよな。だが期待はしたいな。後出しでもいいから大断円のルートが欲しいと思うほどには引き込まれたからな。横の広がりを補足するというインタビュー回答がルートの追加も含まれているのを期待したいのだ。お願いだからサバイバルモードの追加とか遺伝だけの追加とかそういう小回り的な追加要素だけなのはやめてほしいのだ。サーバントの追加は明言されているし大規模な追加であることを信じよう。祈るほかないのだ。ちなみに余談だけどあたらよに恋願うは容量的には一番短いため2周目ですぐに見ても良いのだけども、その周回のカステラを買えなかったりラスボス前の屋台巡りなどできないから注意してね。シナリオを見つつ効率よくトロフィーを取得する場合はそれなりの下調べが必要なのは注意してくれ。頼むぞセイバー。というわけで今回はフェイトサムライレムナントのトロコン記念動画だったのだ。最終的には玉虫色な評価になって正直申し訳なかったのだ。好みではないルートはあるけどおすすめはできるゲームという評価の仕方はちょっと説得力がないよな。外角ゲージはサーバントの方が削りやすいとか、ボイスの多さをはじめとした演出の豪華さとかフェイトらしさもあっておすすめできる要素は多いのだけどね。いかんせん好みではない終わり方というのが足を引っ張るのだ。しかし可能性は多いゲームになったよな。フェイトシリーズのアクションゲームの新しい一歩となりそうだし、光栄が関わってくれたから無双オールスター系のゲームにも出演の可能性が出たからな。無双系のアクションはやはり面白いというのも再認識できたし、得るものが多かったゲームなのだ。 DLC アップデート含めて期待したいな。今後の期待値の高さはさすがのフェイト、さらなる作り込みを期待するのだ。では今回はここまで。あたらよに恋願うの良さがわからないなんておこちゃまかという批判大歓迎なのだ。時間が許す人はコメントして言ってほしいのだ。ブログにも感想を書いたのでそっちでも歓迎だ。またおすすめの攻略サイトも概要欄に貼らせてもらうのでトロフィーに困っている人は参考にしてほしい。わかる範囲はお答えするのでコメントでもどうぞなのだ。では最後までご視聴ありがとうございましたなのだ。それほどでもないゲーマーチャンネルによく来たな、雑種。